あ、こんにちは。はい。始まりましたね。建築情報学チャンネルです。よし。じゃあ今日は、ですね、下田さんをゲストに迎えて、僕がホストで、いろいろお話を聞いていこうと思います。で、どうしましょうね。ちょっと僕の方から紹介してもあんまり意味ないので、簡単に自己紹介していただけはい。ますか。1分ぐらいでいいですか？そうですね。はい。はい。今回ゲストで参加させていただきます。東京大学の、佐藤淳研究室の修士2年の下田裕太と申します。まあ、研究室では構造を、専門に、扱っているんですが、同時に、折り紙に昔から興味があって、折り紙の幾何学だとか、あるいは生物の模倣だとかに興味があって、そういうところから、幾何学と構造の両側面から建築構造を考えれないかなということで、なんか後ろにいろいろ今日置いてみてるんですが、こういう、厚みのあるこう折りたためるような機構だったり、こういう膜点する域みたいなものだったり、そういうものを、考えているような感じですかね。はい。はい。はい。なんか、そして僕たちは、実は今回喋るのがほとんど初めてですよ。そうなんですよね。完全に初めてです。だからいや、友達を呼ぶってコンセプト、でも実際のテレフォンショッキングもあれ友達呼んでないんで、はい。これ大丈夫なんですよね。でもなんで、か本当にずっとお話ししてみたかったんで、呼んでいただいて、とても嬉しいです。こちらこそありがとうございます。でも一応接点としては、僕が東大の時の、所属してた研究室が、立智弘先生という折り紙工学の先生で、下田さんも、佐藤淳研究室にも行きながら、立研にも、でも研究一緒にしてますよね。そうですね。ゼミ参加させていただいたり、舘先生と共同研究で論文書かせていただいたりうんうん。しています。で、だから、そっか、その AAG っていうこの前回も前々回も出ていた Advanced Architectural Geometry ってところに、今年ですかね、今年登壇発そうですね。表する論文の内容がその後ろにあるやはい。つ、ね。このあたりの、建築的に、作りやすい、作りやすさとか、構造的な検討のしやすさということを考えて、こういう板を切るだけでできるようなドーム形状であったり、っていうようなことを、なんか頂点、高速条件とかを元に、数式を割り出して、その制約条件の中でどういう形態だったらできるかな、みたいな。これちょっと補足すると、聞いてる人のために補足をすると、さっきちょっと喋っちゃって。折り紙って、折り紙を、産業的にちゃんと応用するためには、これ僕が話すより多分島田さんの方が上手なんですけど、それぞれの折り紙の、折り線になってる部分と折り線じゃなくて面になってる部分があって、面の部分って大体硬いもので作って、折り線になってる部分はこうヒンジで作って、そうやって硬いもので折り紙的な動きを作ることで、動く建築とか展開構造物とか小さく折りたたんで、宇宙に持っていって開くとか、そういった、応用があったりするんですね。なので、その硬い材料で実際に折り紙的な機構、動きを作るっていうのはすごく研究的にホットトピックになっていてっていうのがありますね。はい、そうです。で、その中でも建築に応用しようと思うと問題になってくるのが厚みで、うんうん。なんかその厚みが、両方ちゃんと考えておかないと、ぶつかり合って畳めなくなるっていうようなことが起きるので、そういう干渉がなく折りたためるような条件っていうのを、考えたりしています。だから、詳しく説明し始めたら、でもこれいくらでも話せちゃうんで。そうなんですよね。で、結構興味、ただちょっと面白くて、だから頂点、普通の折り紙だと絶対に線と線は頂点でぶつかるんですけど、厚みがあると必ずしもそうではないっていうことですよね。こういう、穴の開いているところで、もともと一点で交わってたところが、奥と手前でこう交わらないようにこうずれて存在しているので、うん。こういう頂点になっていて、で、ここの角度と厚みがある一定の関係性を持っていると動けるよっていうのを、形式化したみたいな論文ですね。次出そうとしているのは。はいはい、面白い。
で、ちなみになんか面白いのは、なんかさっきちょっと楽屋でというか、ここの配信する前に喋ってたのは、折り紙って、なのでその建築的に応用するために折り紙を硬いパネルとヒンジだけでモデル化した合体折り紙っていうものがあるんですけど、でそれで合体折り紙でありながら一自由度といって、一つの動きだけしかしない。どっか動かすと全部が連動して動いて、一自由度で動くっていう折り紙があると思うんですけど、現実の材料で作ると完全に一自由度では動かないっていう現象があって、それがその、なんていうんですかね、その今の、それ、そうですね。まあ、これも本当は、これは、建築ではなくて、なんかロボットみたいなものを作りたいなと思ってやってた時なんですけど、まあ、理論的には全部硬く一緒に動くんですが、ちょっと柔らかい材料で作ってると、こっちだけ動かすと、だんだんとこっちに波のように勢いがミニオンと伝わるっていう、こういう動きをするので、これをシミュレーション上だとか、ここはちょっと空気吹き込んだりすると、芋虫みたいな、歩くみたいな。それちょっと、現実の物性まで含めると面白い動きをするみたいなのにも興味だから、めちゃくちゃなんか具体的な話になっちゃうな、2人で話してると。でも、すごい面白くて、多分ちょっと引いてみると、まず折り紙的なアイディアを、構造力が、折り紙って基本的になんか一般にその、なんだろうな、遊びとして見られてる側面が普通の人には多いんですけど、多分、立研の人たちはもう普通に構造力学として折り紙を捉えていて、それをモデル化するために完全に機構として、硬い、機構ってイメージすると、例えば、なんかこういう三角、なんだろうな、何がいいかな。まあ、ハサミのようなものとか、本当に硬いものが、硬いものでつながっていて、一つの動きしかしないっていうようなもの、そこにホバーマンスフィアあります、はい。これ僕が作ったものじゃないですけど、気候では有名なものです。うん。こういうのも機構の一種なわけですね。だから折り紙を完全に機構として捉えて、折り紙の動きを見ていくっていうのが一つの主流なわけですけど、でも現実はそうじゃないわけですよね、さっきみたいに。だから、そこを逆手にとって、折り紙を一つのもう材料として見なして、連続体として見なして、じゃあどういうそのさっきの動きの電波とか、本質的に一つの動きしかしないためにはどうすればいいかみたいなのを考えたりもするのとかは結構面白いですよね。面白いですね。なので、本当に建築に応用しようと思うと、そのコンピューターのシミュレーションだとか、薄い紙で折ってた時には現れなかった物性の問題とか、厚みの問題とか、そういうなんかもう新しい問題がいっぱい出てくるんですけど、まあそういうところにこそ面白さがあるかなという思っていますね。あと一方でなんか全然違うてかさっき驚きだったのがコロキウムで最優秀賞を取ったこの僕の見てる画面から見て左にあるもの、その話今日すごくしたかったんですけど、僕それを見たときになんか最近その C グラフとかそのファブリケーション、デジタルファブリケーションやってる人たちがプレストレスかけて、例えば 3D プリントで硬い部分を作って、なんか靴みたいな形態を立ち上がらせたりとか、自由形状を最適化によって、プレストレスかけて平面から立ち上がらせるっていう文脈のから来たものなのかなって思ってたら全然違ってて、フグから来てて、さらにそこから折り紙に行って、で、それから、形状処理して、最後のカンガルーでちゃんと物理的な現象を見るみたいなことをやっていて、なんかすごい全然違うアプローチから着想したんだところがすごく面白かったんですけど、なんかその一連のなんかあれはなんか要はあそこで提案されていること以外にもいろいろあったと思うんで、一連のそれに至るまでの話をちょっと聞かせてほしい。そうですね。まあなんかこれを考えるに、至ったきっかけが、そのさっき大島さんも言ってくださったんですけど、ハリセンボンのこの骨格の、観察だったんですよね。これ画像出した方がいいですかね。しかもそれ、画像出した方がいいと思います。それ、たまたま僕も見てたんですよ、4日前ぐらいに。この下田さん関係なく。で、感動して、そしたら須藤さんが、うちの会社の取締役が、これ下田君がとかって。そうなんですね。そうなんですよ。だからびっくりします。ちょっと画面共有します。
これ凄まじいですよね。それあれですね。画面共有できないので、まあ、一旦諦めようかな。まあ、皆さん、なんだろう。CT 生物図鑑って検索すると、えっと、CT スキャンされた 3D データのハリセンボンの骨格が出てくるんですけど、それが、実は針の一本一本、ハリセンボンのトゲの一本一本っていうのが、骨格みたいな硬い構造で繋がってるんじゃなくて、柔らかい皮膚で繋がってて、で、なのに、畳んだときは、綺麗に全部がこう敷き詰められるように折りたたまれて、膨らんだときは全部こう、トゲが放線方向を向くように飛び出る。なんかこの変形のメカニズムって非常に面白いなって思って、画面共有できるようになったようになって。よかったです。はい。まあ、こんな感じの画像が、ネット上で見れるような感じになっているんですが、マジ。うん。これすごいんですよね。だから一本一本空中に浮いてるみたいに見えるのは皮膚で繋がってるってことなんですけど、まあ、この3本の足、そうですね。この根元が3本の足みたいになってて、で、これがこうなんかうまく回転してこう、ぐっと、噛み合って、で、また離れてみたいなことをしていて、めっちゃ折り紙の展開と似てるなと思って見たのがきっかけで、そうですね。なんか、こういう、ロンレッシュパターンって呼ばれるような、あの、折り紙の折りたたみと非常に似てるなっていうところから、折り紙とテンセグリティの関係性について、ちょっといろいろ考察し始めたっていうのがきっかけですね。うん。すごいですよね。だから、でも、プレストレスかかってるってことなんですかね、フグって。どうな違う。んですかね。でも、いや、ちょっとあると思います。展開状態で安定しているときは、ちょっと皮膚が伸びて、引っ張られて、パンパンになってるから、トゲがちゃんと硬く、あそこで安定するみたいうん。マジで面白いですね。な。まあ、そういう、そうですね。まあ、生物を観察するのは昔から好きだったんで、なんか、なんでしょう。まあ、最近の、そうだな。まあ、CT スキャンの画像に簡単にアクセスできるようになったっていう、そのなんか情報にネット上で簡単にアクセスできるようになったっていうのももちろんありますし、CT スキャンの技術が進んでいるおかげで、そこにアクセスできるようになったっていうのもありますし、なので、そうですね。なんか情報の、へのアクセスのしやすさで、今までできなかったいろんな情報にアクセスして、いろんなものが新しく発想できるようになっているなっていうふうには感じてますね。確かに、それ補足すると、だから、その形態ができるまでに、なんか、めちゃくちゃ面白いプロセス踏んでますよね。だから、すいません。なんか全部説明はしょっちゃって。だから、はい。グラスホッパー使っ、だから、オリガマイザー使ったりとか、カンガルーはい。使ったりとか、はい。あと形状処理して、メッシング、リメッシングしたりとかしはい。てます。だから、そういう、そうですね。それぞれのステップで、ちゃんとそのキーになる処理を一個一個して、そのはい。結果が出てきてるってことですよね。プロセスとしては、こういうメッシュ、そうなんですよね。この構造の説明細かくするとちょっと時間いっぱいになっちゃいそうですけど、確かに。耳の形状から、マクテンセグリティっていうこういう、非常に軽い膜に棒が張り付いていて、それだけで棒と棒がくっついていないのに成立するみたいな形状ができるよっていう提案で、まあ、何がこの提案の肝かというと、今までは、とりあえず布に棒を貼ってみて、立ち上げたらこういう形になりましたっていう順問題って言われる問題だったんですけど、を解いたんですけど、じゃなくて、こういう形が欲しいって最初にゴールの形を与えたら、それを作るための形状を、計算する逆問題が解けるようになったっていうところが肝で、まあ、それを可能にしているのが、折り紙の幾何学で、まあ、こういう、メッシングしたようなものから、こういう、もうこれは、企業研究であるものなんですけど、ひだを入れて折り紙化して、そこの山の部分に、圧縮材を貼ると、テンセグリティとして成立するようになるっていう、そういうプロセスを、まあ、思いついて、こういうツールで簡単にさっと検証できるっていうのも、最近の、ツールの発達によってできるところかな。ありがとうございます。はい。なんか、その、なんていうんですかね。
だから最近その便利なツールがありすぎて、それぞれをすごくバランスよく適切に使いこなすってこと自体が、まあ、難しいっていうか、なんだろうな、難しいっていうよりかは、結構手を動かしてないとバランスよく多分使えるようにならなくて、その辺も結構この提案のなんかすごいところだなって思って。はい、そうなんですよね。なんかツールとか使ってると、どうしても、それの使い方にこう、なんか、こうなっていきがちなんですけど、僕割と大事にしてるのが、とりあえず、これまあ、研究室の先生が、まあ、よく、あんま考えるんで、とりあえず作ってみっていう、なんか見切り発車でもいいから作ってみって言われるんですけど、これがなんか、エンジニアリング的には非常に大事で、いきなり解析モデルを丁寧にこう作ろうとすると、すごい時間かかるし、本当にちゃんと解析できるようなモデルを作るのは大変なんですけど、とりあえずこういうモデルとか模型とかで作ってみると、なんか本質とかが見えてきて、まあ、なので、この提案とかも、ちょっと模型を一回作ってみて、で、こういうモデル化したら良さそうだなと思って、もう一回できたらって、みたいな、そういうやり方をしてますね。それってだから引っ張り材の、圧縮材、つまりその硬い棒みたいなものが折り紙における、山折りの部分に対応してるわけですよね。そうですね。はい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 。それも一種のある種モデル化ですよね、そこは。はい。うん。そうですね。なんか、僕の場合は結構こう、紙とかを手でいじくりながらやるのが、さっき言った、あの、とりあえず作ってみるのがなんでいいかというと、本質の、情報みたいなのが見えてくるっていうのももちろんあるんですけど、なんか手で触ってると手で考えるみたいな感覚があって、なんか、ちょっと他者みたいな感じがあるんですよ。とりあえず紙で折ってると、なんか、こんな動きした。あって、なんかそういう感覚も大事にしたいなと。確かに確かなんかに。大島さんとかはどんな感じで新しいこと考えてるんですか？なんかすごくいい構造って、なんていうんですかね。まず、ある目的を達成するためのなんか最小限の構成要素で、なんかそれが生まれているっていうのがあるんで、それこそ手を動かすじゃないけど、構造がなんか勝手にこう導かれて、その構造になっちゃうみたいな感じは結構あるかなって思ってるんですよ。だから、ある目的、副極、まあ、伝わらないかもしれないけど、平面から副極面を作りたい、ガウス極率がゼロじゃない極面を作りたいってなったときに、しかもなんか、まあ、その面、まあ、厚みのある材料で、しかもこのビームが回転して副極面になるっていうものを作りたいっていうときに、なんか、まあ、これ僕の博士の時の研究ですけど、その必然的に絶対この構造が一番自然なその構造の発想としてこう導かれてしまうみたいな感覚、なんかそういうのはあるかもしれないですね。で、結果的にすごくシンプルで、なんだろうな、平面充填効率もいいような、空間効率のいいようなものが出てくるっていう。かなり解析とかから入るっていうような感じですか、最初は。いや、僕も結構多分似てて、割と作っちゃったりすることでしか分かんないこともたくさんあるから、もう最初に意味わかんないものいっぱい作ろうっていう感じで研究はしてました。なんか、やっぱりなんか現実世界はすごい複雑なことが起きてて、なんか、綺麗にモデル作れても、実際のものなんか初期不正とかめっちゃあって、全然思ったよりも分かったりするんで。それは面白いですよね。だから、ある種その他者って言ったときに、物質としての他者もあるし、コンピューテーショナルな他者もあるし、その数理モデルの他者、だから数理モデルでしか見えない形態もあるし、計算を使う、まあ、数理モデルの上に成り立っている計算を使わないと見えない形態もあるし、物理的に触らないと見えないまあ、形もあるっていうのがあって、全部大事なんですけど、まあ、物理世界が一番リッチですよね。なんかちょっと面白かったのは、なんかちょっと僕の話申し訳ないんですけど、3次元の形態から逆問題今解いてるじゃないですか。って時に、逆問題を素直に解こうと思うと計算めっちゃ大変だし、まあ、いろいろ難しいです。だからもう形作っちゃって、手でバシャンと押し当てて、なるほど、2次元の時はそういう形をしてたんだっていう 3次元の形状を 3D プリントして、
はい。バンって平面化して、それで逆問題を解くみたいなことをちょっと遊びでディスカッションしてたことがありました。面白そう。するよりもはい。3D プリンター使えば3時間とかで形状を作れるじゃないですか。まあ、うんうんうん大きさにもよるけど。そしたらそれ、平面にバンって押し当てれば逆問題解かれはいはて、なんか物理シミュレーションが早くい。ねっていうそういうやり方があるんです。やり方というか、なんか一つの思考実験として、はいはいこういうはい。のも面白いよねっていう。うんうんうん。なんか平面から立体に立ち上げるっていうのはすごいなんか建築とかでも有用な方法だと思うので、うん。なんか地面レベルで全部施工して一気に立ち上がる確かに確かに。ことができると非常に良くて、なんか建築とかへの応用とかも考えたりするんですか？大島さんとか。建設会社は、例えば前田建設さんとかうちの株主なので、やりはい。たいんですけど、なんかなかなか、まだいいアプリケーションが見えてないっていうのが正直現状ですけどね。ただ、なんかそういう建築スケールの動くものっていうので、例うんえば音響制御したりとか、うんうんうんなんか今までだと難しいようなその空間作ったりはしうんてみたいでうんすけどね。例えばなんか、今回、はい。僕からも質問で、はい。今回コロキウムに出したやつとかは、建築スケールにするときに難しさがあるって確うんか書いてあったと思うんですけど、どはいはい。ういう難しさがあると思ってます？なんかすでに円筒型のやつは一応実装されたといえば実そうですね。装されたわけじゃないですか。はい。それこそ研究室の先生と、そうですよね。あの、はい、理科大の小島さんの研究室でやってるのがあったんですうん。けど、まあそうですね。あれも、仮説建築として使ってて、これも仮説建築的な要素だと思うんですけど、うん。あの、僕、関係ない話ですが、空き家を改装しながら住んでるんですが、そうすはい。ると、めっちゃ雨漏りすることとか、まあなんか外壁壊したら、めちゃくちゃ寒いし、その断熱とか、漏水とか、建築を本当にちゃんと作ろうと思ったら、そういう問題をちゃんと分かってなきゃいけなくて、で、なんだろう。既製品使ってしまえば、まああんまり考えなくても、ちゃんと先人たちが考えてきてそういう対策したものができるんですけど、これ新しいものを作ろうとなったときに、そういうことの対策をするには、ちゃんと今までの形とかがなんでできてて、どうしてこういう形に落ち着いているのかっていう考えたりとか、まあ、あるいは生物の観察とかして、こうだったらできるんじゃないかとか、なんかそういう視点が必要だなと思うんですけど、まあ、これに関しては、本当に雨水めっちゃここに埋まるだろうなとか、まあ、確かに。なるほど。組み立てが簡単とはいえど、まあ、ある程度、こう、挙動が分かった人たちがやらないと難しいだろうなとか、そういうところはあるんですけど、うん、確かに。まあでも、こういう発想でできた構造が、まあ、まあ、これ自体が役に立たなくても、まあ、研究としては、まあ、面白いですし、その発展した先に何かがあるといいかなと思って。確かに、まあ、建築といっても、アプリケーションちゃんと選べば、だから、音の空間をその場で瞬時に作るっていうときに、うん、まあ、ある種、その、音が拡散しないようなものが急にパッと降りてくるみたいなときに、そういうアイデア使えるかもしれないし、はい。とか。まあ、まあ、内装とかだったらもう十はい、分使える、内装とかは。うはい、ん。思いますね。だから、だからそういう、ちょっと時間なくなってきちゃったけど、どうしようはい。かな。だから、めっちゃ具体的な話もしたいんですけど、聞いてる人もいるんで、具体的じゃない話すると、えっと、なんか、結構聞いてる人でなんか下田さん自体に興味を持ってる人もいて、なんかこのいろいろ多分プロダクトもしかも作ってるし、ウェブサイトを見ると、で、建築的な提案だけど、そもそもその建築的な提案の中にいろんなエッセンスが入ってるし、なんかロボットっぽいなんかやつもちょっとピッて作ってる。まあ、遊びですけど。なんかどういうその領域に今後行くのかなとか話せる範囲で、あるいはああ、はい。今後どういうところでその自分の活動というか、していこうかなっていうのを考うん、えてるうん。のをちょっと、まあなんか、実はい。際こういう形を扱ってると、建築に関わらず、いろんなスケールで、ものが使えて、まあ折り紙だって、医療用のちっちゃいロボットから、まあ、建築みたいなでっかい構造物まであるので、まあ、全部に興味あるんですが、特に建築に関して言うと、何か今までないような新しい形を作ろうとなったときに、やっぱり構造的検討が非常に難しくて大きい。で、まあなんかそのあたり、やっぱり、構造化と言われるような建築の構造設計をやる人たちの、えっと、
材料とか形への造形の深さとかは非常にすごいなと思うので、一旦そっち方向で修行したいなという気持ちがあり、一度は建築構造の方に進んで、勉強しようと思ってるんですけど、でもこういうプロダクトスケールのものにももちろん興味があって、引き続き考えてみたいとは思っています。なるほど、なるほど。はい。だから、なるほどな。だから普通にというか、ちゃんと、どっしりその建築構造の本流というか、っていうところに一回取り組もうみたいなことを思ってるわけです。そうですね。それができたら、かなりいろんなスケールを横断できるようになるんじゃないかなというようなことは思っているんですが、どうですかね。いや、でも絶対そうだと思ってて、僕たちも会社でいろんな構造を作るんですけど、実は一級建築士の方もいて、僕たちだけだとやっぱりクライテリアとして、あんまりいろんなスケールを横断する構造の感覚を持ってないので、彼の指摘がすごく参考になったりとかしますし。ネイチャーアーキテクツのようなものが建築スケールになったりしたら、それはまた面白さがあると。見てみたいような気がします。だから、チャック・ホバーマンとかはガチで建築スケールにしてますよね。そのさっきの、これですね。これホバーマンスフィアといって、まさに一重度で動くものですけど、すごいですよね、チャック・ホバーマン。それこそこういうおもちゃでも普及しつつ、建築スキルになるっていう。あと売り込み方的にもですね、少しぐらいオーバーしてもいいということなので、勝手に40分ぐらいまで話すとすると、折り紙のやっぱヒンジの話をやっぱりしたくて、さっきの話もあったと思うんですけど、やっぱりその折りたたみできるプロダクトを、例えば考えたときに、多分島田さんも興味あると思うんで、っていうときに、普通にビジネスとして成り立たせる、だから一点物で作って面白いでしょっていうのは当然できるわけで、それも大事なんですけど、多分今はそのフェーズじゃなくて、量産品として折りたたむことができるプロダクトをどうやって汎用的に作れるかみたいな問題を考えたときに、やっぱヒンジがめっちゃクリティカルだとやっぱり我々思ってて、極論さっきも言ったんですけど、もうメタルの薄いシートがあって、バズンってプレスしたらもう全部ヒンジとか硬い部分が定義されてバチッと折れるみたいな、例えば椅子、机、家具とか、いろんなプロダクトってのができたらいいよねっていうようなことを考えてるんですけど、折り紙のヒンジについてちょっと集めて、どう思います折り紙のヒンジ問題。いや、非常に面白いところで、まず、建築スケールにしようという話に限って言うと、大きいので、全部同じ平面から出すのは難しいので、パーツに分けてつなげるっていう、方針が、有用だというのは一つあると思うんですよ。なので、こういう板を切り出してつなげるみたいなのもあると思うんですけど、もうちょっと、小さいスケールで、テントぐらいだったりしたらすると、そういう発想があると思っていて、そうですね。でもV 字カット的なことが一発でできてってなると、本当に折り紙のいいところは、平面から立体が立ち上げれるっていうところなので、その良さをちゃんと使うためにも、何かしらの加工で、やるというのがいいと思いますし、うちの研究室で研究している分野の一つに、凹凸をつけると硬くなるみたいな話があるんですよ。例えばその合体折り紙に近づけるために、パネルの部分は硬くて、ヒンジの部分は柔らかいみたいなのを、そういう凹凸をつけることで硬くして、ヒンジの部分は柔らかくして、みたいなことはできそうですね。でもめっちゃそういうイメージです。そういうことができたら面白いなっていう。よく、やっぱり製造まで含めて考えないと、そういう今までよく提案されていたプロダクトが世の中に出ていかないので、ってなってくると、プレスでヒンジ作れるかなとか、射出でヒンジ作れてさらに硬い部分一体化できるかなとか考えちゃうんですよ。折り紙のスタディを見てると。はい。そうなんですよね。非常に折り紙のスタディのしやすさはやっぱり紙の一枚からそういうことがもうちょっと大きいスケールでもでき始めると、簡単にいろんなものができるようになるっていう。パブリケーションの意味で、優れた手を使わない手はないというふうに思います、ね。どうなんでしょうね。折り紙のプロダクトとかも結構作られてると思うんですけど、いろいろ手を動かして作ってみた結果、こういうそういうその折り紙的プロダクト
ってなんかちゃんと世の中にもうちょっと普及していくような、はい。見込みってあります？見込みっていうか、その自分のあ肌感としてというか、なんあ、はい。でこれ世の中にこうあんま出てないんだろうとか、あるいめっはもうすでに、ちゃあります。めちゃくちゃあります。それこそ、バイステーブルなスポーツとかって面白くて、あの、はい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 。最近もナイキの靴とかで出てましたよね。ありましたね。あれちょっとどうね。なってるかまだ僕ちゃんと見てないんですけど、まあなんか、これとかはまあ一番よく知られているような構造ですけど、こうしていくと、あるとこ突っ込めると、こう、ポコってこう固まれる。こういうのって、まあ今これしか畳めないけど、本当はもっとジャンプまで畳むみたいなことも設計できて、そしたらこう畳んだ時と広がった時で安定して使えるみたいなうん。こととか、なんか使えそうなアイデアはもうゴロゴロしてるんですけど、まあそうですね。これもちょっと物性と関係のあるところだから、うん。もういろいろ作ってみないとそうですね。っていうところですけど、はい。なんか、いや、いろいろできると思ってます。円筒ねじりも本当にその、だから衝撃吸収としての、性質性の物理的な特性が注目されてて、はい。てますよね。だからそれで、なんだっけ、車のダンパー作ってる人とかいますよね。あ、そうですよね。なんか、これとかも、これとかは、その逆にパコっていうバイステーブルな動うん。きをなくして、一番こう柔らかいような、そのあ、安定な部分が2つあるんじゃなくて、安定な部分がこう、繋がって柔らかくなるみたいなうー設計をしてる。ん。まあ、これなんか、ちょっと説明をはしょりすぎて、少数さんに伝わってるかわかんないけど、まあ、エネルギーの山が、うん。はい。この荷重変曲線が結構平坦に近くなってるみたいなイメージですか？荷重変形曲線というよりも、変形とエネルギーの曲線で、がはいはい。平坦になってて、あ、でも荷重変形曲線もそうか。ちょっと平坦になってますね。うんうんこうなってるはずのところが、こんな感じになってて、うんうん。あ、それはめちゃめちゃ使えますね。あ、なんかこういうのも、はい。だからその柔らかくするのか、こうパコっていうこのバイステールの動きを出すのか、あるいは本当にもうただガチガチなのか、っていうのをこうん。のねじる角度だけで設計できるっていうのは非常うん。に面白いことだと思うんで、これ僕の研究じゃないですけど、なんか使えそうだな。で、面白い。だから、本当ヒンジなんだよな。ヒンジさえなんかクリアさえできれば、そうですよね。はい。あのいろいろ開けるんですよね。うん。あ、あ、何で言った？あ、そっか。めコっちゃメントが、質問来てたけど、いや、確かに。YouTube のコメントに。結局なんか話に夢中になってしまって、確かに昼はなくても、なんかでも一応見てみるか。はい。コメント。必然的形態というのはあるのかな。人の手をそこだ。必然、なるほどね。まあ、素材に違うと思います。交代より、具体的だな。これは後で、具体的です。ツイッターで答えましょわかりました。はい。Twitter でYouTube のコメント拾ってう。そう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 、答え。答えます。じゃあなんかこれ多分最後に、なんか建築情報学会にはい。期待することみたいな、こう下うん。田さんがもう言いたいことを何でも言えるみたいなのあるんで、最後にそれを はい。みんなにこう解きまあ、放って、そうではい。すね。まあ、先週大島さんが言ってた、みんながハニカムの設計をして、同じようなことを日本の各地だって世界の各地で同じ研究をみんながやってるっていう時間が無駄っていうのはすごい思っていて、で、そういう、なんだろうな、情報学に興味があるけど、各地で転々としている現状をつなげて、で、なんかこう、知の共有ができるプラットフォームみたいなものがあると、うん。建築学生とか、そう、まあ僕学生なんですけど、もう、研究しやすくなりますし、なんか、そういうところで人がつながって、共同研究とかにつながったりしたら、学会としても面白いなと思うのと、なんでしょう。そのハニカム的な話で言ったら、その論文とかの共有に関わらず、3D モデルの共有であるとか、なんか、そういういろんなデータの形の共有みたいなものがあったら面白いなって、ちょっと思ったりしますが、確かに。はい。なんか、物を作った時の共有とかはまあ、なんか難しいですよね。そこに僕も今すぐ行ってみたいですけど、なんかうん。物の情報量を、だからまあ、3D モデルでもいいかもしれないですけどね。手軽うん。にパッて共有されてて、パッて出せたりとはい。っかして。はい。なるほど、なるていうほど。ような感じですかね。うん。はい。まあ、あとはそうですね。はい。そういうなんか情報のアクセスが、まあ、国内にとどまらず、まあ、なんか先週ちょっと落合さんが話し出してましたが、海外とかも含めて、
うんアクセスできるようになると、あとしても面白いなと思っています。あと、そのメッセージのところで一個だけ逆に、あの、これを言ってほしいみたいなのが逆にあって、なんかそのいろんなツール、便利なツールっていう世の中に溢れてるじゃないですか。はいはいで、はい。それをそのさっきの話でその適切に使うことっていうのはすごく大事なんですけど、なんか、ややもすると、これ自分もそうなんですけど、なんかこうツールのでしか作れないその空間に、設計空間にこう縛られちゃうことっていうのは普通にあるわけじゃないですか。例えば、はいグラスホッパー使ったら、グラスホはいッパー面白いんで、グラスホッパー的なものがどんどんできていくはいはいはい。し、めちゃくちゃあると思います。けれども、そうじゃなくて、まあ、もちろんグラスホッパーも使うし、最適化もするしってバーって全部あった上で、本当に面白いものを作りたいわけですけど、その辺はどう思いますか？なんかメッセージありますか？そうですね。いや、なんかそれはあるあるだと思うんですよね。建築も模型材料に、スチレンボードを使ったら面っぽいのができるし、なんか、スタイルフォームを削ってやってるような事務所は、ちょっと、なんかマッシブなやつができるし、みたいな、そういう初手の制約条件でできる形が、生まれちゃうっていうのはあると思うんですよ。で、まあなんか意図的にやってればいいんですけど、それを意図的にやらずに同じようなものばっかり、グラスホッパー的なものばっかりできちゃうと良くないと思うので、うん、まあ、僕はなるべくそれを避けるようにリアルなものを触るようにはしてますが、なるほど。そうですね。なんか意識的にやってるか意識的にやってないかっていうのが大事なんだろうなとはうん。思いますね。うん。はい。だしまあそういうものを実際に建築にしようってなった時のことをちゃんと考えると、またいろんな条件がまた出てきて、うん。そういうとこまで含めてやると本当のなんかデジタルアーキテクト的なものを職能的なことになるんだろうなと思って、僕はまあそうなれると嬉しいなと思って、ちょっと頑張ります。ちょっと頑張りまはい。す。いや、ありがとうございます。はい。なんはい。か、いや、すいません。なんか僕の願望ばっかり建築療法学科に行っちゃったんですけど、いや、まあ、そういでも、うことがあったらいいなというようはい。な個人の感想です。はい。僕は面白かったです。多分聞いてる人も面白かったと思います。じゃあ、このあたりになりますかね。はい。来週の人の紹介だけ。そうだ。それもそうだ。忘れてた。じゃあ、それだけ、はい。はい、最後に。はい。来週は、高木修太さんを、ゲストとして迎えようと思っていまして、彼は合同会社高木修太設計事務所の代表で、まあ、なんか、建築設計の人を相手にプログラムの作成とかをするような仕事をしている方なんですが、まあ、いろんな大学で、非常勤講師を務めていて、5年間で7つの大学13の授業、まあ、たくさん授業を持って、モデリング、プログラミング技術の研修とかを行っている方なんですが、僕も、東大の2、3年のと、大学2、3年の時に、彼の授業を受けて、まあ、それが今につながっているなと思って、まあ、初の学生出演ということで、まあ、教員と学生というような立場でも、情報の教育について話せたらいいなと思いますし、またなんかツールとかを使って、前線の建築の現場で、いろいろ仕事をしている方なので、そのあたりの可能性みたいなものを聞けたらいいかなと思ってお呼びしました。はい。ありがとうございます。じゃあ、配信自体はここで、はい。おしまいにしましょう。はい。聞いてくれてありがとうございます。